黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。今回の黒帯チャンネルは素敵なゲストをお招きしてお送りしていきたいと思います。冒険企画国随一の酒豪として知られています。ご存知、川島東一郎先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冒険企画国の川島東一郎です。ビール大好きです。丹沢さんとね、なんか30杯ぐらい飲んだんですよね。新宿で。はい。おとといも結構飲みましたね。ね、飲みましたね。はい。今日はね、お酒の話ではなくて。ないんですね。はい、そうなんですよ。そうなんですね。今日は、夜の足跡、新作を出されたということで、はい、これに多分見えてないかもしれないですけども、発売おめでとうございますということで、かなりね、久々の川島さん完全新作。そうなんですよ。何以来ですか？初音ミク TRPG というのを出してまして、2017年ぐらいですね。1年ぐらい経ちますもんね。ということで、新作発売、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今日はですね、この夜の足跡についていろいろ伺っていこうと思ってるんですけれども、はい、まあ、ちょっとこの番組ですね、結構玄人向けの番組という形でやっておりまして、はい、TRPG 初心者の方向けみたいなことというよりは、もうちょっとこう作り手寄りとか、なるほど、深い話をですね、ぜひ今日聞ければなと思っております。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、中身の話、早速入っていきたいなと思うんですけど、僕からね、ちょっといくつかお聞きしたいなと思っていることがあります。猫がね、主人公になるゲームということで、まあ、結構その時点で変わってる。動物が主人公のゲームはあるとはいえ、ワウルフとか、パグマリアとか、まあいろいろね、かつてあったとはいえ、まあ猫ばっかりっていうのはなかなか珍しいのかな。今、このタイミングで猫のゲーム作ろうとされたのかなっていうのが、まずは一番気になるなところなんですけど。なるほど。動機的な部分で言うと、猫、にゃーとか、泣いたりするじゃないですか。子供とかの頃に動物の鳴き真似とかしませんでした？なんか猫と喋るときって通じるわけないのににゃーにゃーとか言ったりとか、子供の時とか特によくすると思うんですけど、犬語猫語で喋るみたいなやつ、あれってなんかそのロールプレイみたいな、なりきるごっこ遊びみたいなもののすごいプリミティブな、なるほど、現象的なそういうロールプレイかなみたいなのがあって、結構ねたくさん作ったんで、RPG テーブルとか RPG、どんなものを作るといいかなってずっと考えてて、でロールプレイって何が楽しいんだっけみたいなのがちょっと分かんなくなってたりもしたので、なんか猫みたいな感じに、まあ、結構前からやりたくはあったんですよ。前書きのところにこう夢を見ましたみたいなね、話があったので、結構昔からじゃあちょっと温めてた企画ではあるんですかね。そうですね。すごいぼやっとしたものは本当に昔から考えてて、具体的にじゃあやろうってなったのが2018年かな。迷宮キングダムの新しいのを作った時にサイン会やったんですよ。でその時編集さんとかが来てくれてて、ちょっとサイン会の後に打ち上げかなんかやったんですけど、その時に猫のゲーム作りたいんですよみたいな話したら、いいですねみたいな。でもその時はですね、正体陰徳系のゲームを考えてて、要するに人狼みたいな感じで、猫集会みたいな人狼があって、でそこに裏切り者がいるとか、タヌキがいるみたいな、違う生物がいる、違う生物お前タヌキだろみたいな。それも面白そうですね。なんかその議論の中で一回ポンってつけて言わなきゃいけないみたいな、そう役職ごとに必ず猫だったらニャーってつけなきゃいけないとか、そういうのをルールで役職で決めて、それをあぶり出すみたいな。ただゲーム性というよりはなんか大人がニャーニャー言ったりポンポン言ったりするのが面白いかなみたいな、そのぐらいの遊びをちょっと最初は考えてたんですよ。結構そこからは変わりましたよね。僕も実際遊ばせていただきましたけど、だいぶゲームっぽいゲームに猫らしさみたいなものってどういう風に作ればいいのかなみたいな悩んでたんですけど、だから最初はかなりいいですね、面白いですね、わははみたいな感じで、すぐできちゃうかなと思ったんですけど、呪いというかですね、ビーストバインドってあります？ビーストバインドという RPG があるんですけど、あれのコンセプトデザイン僕やってまして、実際のゲームデザインをやられたのは藤波さんだったんですけど、こういうクラスを入れましょうとか、そういうの僕が作ってたんですよ、最初。で、そのバステトのコラっていう猫の
キャラクターがいて、で藤波先生がやってくださるから、藤波先生といえばその、ウィッチクエストという魔女と猫のそのロールプレイングゲームを作られた方だったんで、どんな感じになるかなって言った時に、上がってきたデータは面白かったんですよ。すごく面白かったんだけど、なんか猫っぽいかっていうと難しくて、若気の至りで結構上等言ってしまったんですよ、その時に。猫っぽくなくないですかみたいな、もっと猫っぽくできませんかねみたいなことを言ってしまったの、記憶が残っててですね、こう過去の自分がこれでいいのみたいな、でお前の猫感ってこれでいいのみたいなのをそれが呪いとして残ってたんですね。残ってて、そういう呪いって分かるなと思うのが、過去に作った自分のタイトルの数年後にやってプレイしてみて、こういろいろ思うこととか、その時の心残りがずっと残ってたりとか、時間的にできなかったものとかもやっぱりデジタルのゲームだってあったりするんで、そういうのって結構あって、そういうのをなんか自分の引き出しに入れといて、あわよくばどっかの現場で出そうとしていつも虎視眈々と狙ってるみたいなのはありますね。最初志がだからちょっと低かったんですよ。猫って人気あるテーマじゃないですか。可愛いし、好きな人も多いし、 SNS でも猫写真上げとけば結構ね、みたいなところもあって、ターゲットユーザー的にもそんな難しいゲームっていうのもまた違うのかなと思ったんで、もうちょっとふわっとした感じのゲームにまとめようかなと思ってたんですけど、それでいいのっていうのがすごくたくさんこう出てきて、もっとちゃんとしなきゃなみたいなのを思いながら作ってたら時間かかっちゃいましたね。爆速で作ってる感じがしましたけどね、横で。そうですか。見てると、この間まで忍び神をすごいやっていたのにいつの間にこんな分厚い本を書かれていたんだろうみたいな感じでしたけど、長くやってたんで、何点かしててパーツが、そのいくつかのパーツ自体はもうずっと作ってて、コロナになって忍び神とかをリューハブックとか始まって他のができなくなったり しながら、でも前には進めてた感じですね。さっきなんかターゲットユーザーの話があって、僕結構これ見ててそうなんだと思ったのが、凄まじくルビ振ってるじゃないですか。いやそんなことないですよ。ソウルビとかではないので。夜にも振ってあって、夜って小学校2年生で習う感じだから、結構ターゲットユーザー広めに考えて設計したのかなとか思ってたんですけど、いや Ruby に関して言うと恥をかかせたくないというのがあるからやってて、テーブルトーク RPG ってこう音で喋って会話するじゃないですか。でそういう時に、僕もイベントなんかでゲームマスターやったりするんですけど、結構大人の人がちょっと勘違いしてたりとかして読み間違えたりした時に、ちょっといたたまれない空気とかになったり、もしくは大人だったらそれ間違ってますよとも言いにくかったりするんで、タイトルとか技名、特殊なね読み方する場合もありますからね。あとルール名に関してはよく使う言葉ですね。だから見出しは必ず Ruby が入ってると思うんですよ。見出しは絶対入れるみたいな、そうなんですよね。でそこのルールはこう声に出して言うことが多いので、恥かかせたくないなっていうのがあって、重要な世界設定とか、その辺のやつはRuby を振るようにしてるんですよね。表とか一部のもので入ってないところとかもあるんですけど、なるべく入れようみたいな感じでやってもらいたいなと思って、Ruby に関してはそんな感じなんですけどね。ただ確かに猫のゲームはお子さんが遊んでくれるといいなという、色気みたいなのがないわけでもないです。僕のゲームだとピカブーってご存知ですかね。結構遊ばせていただきありがとうございます。ご近所メルヘン TRPG、ピカブーというゲームを作ってるんですけども、15年前の作品なんで。もうそんな経ちますか？そうですね。2023年で15年経ったんですけど、あのゲームは発売して、しばらくやっぱり時間が経ったんで面白いなと思うのが、一番最初がピカブーだったって子は結構いたりとか、あとそのお父さんの本棚に置いてあるのを見て、そこきっかけで TRPG 知ったみたいな女の子とか結構いたりして、いいなみたいなのがあって、もう一回その同じような感じで、ピカブーももうでも15年前なんで。そうですよね。そっか、15年も経つのか。なんかまさに初めにルールブック読ませていただいた時の感じが、やっぱピカブーのイメージっていうか、で、Ruby も振ってあるんで、子供だけで遊ぶっていうよりは、なんか親子で遊べる感じとか、マスターが大人の人で、子供たちプレイヤーでキャッキャ遊ぶみたいな感じのイメージ結構あるなと思ったんですけど。2004年ぐらいに
エッセンっていうドイツのドイツのボードゲームをやってるエッセンシュピールというイベントがあるんですけど、ここでチケットトゥーライドというゲームがありまして、ボードゲームがありまして、これのデザイナーのアルムーンさんというゲームデザイナーさんいらっしゃるんですけど、この方にインタビューした時に、当時まだ日本は今みたいにボードゲーム流行ってなかったし、TRPG なんかもまだまだな感じだったんで、どうやったらボードゲームこんなドイツ初めて行ったらめちゃめちゃ流行ってて、こんな風にボードゲーム流行るんですかね、日本も流行らせたいんですけどなんかいいアイデアないですかって聞いたことがあったんですよ。でその時にムーン先生が、それで流行るかどうかはわからないんだけど、自分はやっぱり子供の頃すごくたくさんボードゲームやったと。僕よりもちょっと上の方なんですけど、上の世代の方なんですけど、電子ゲームとか出てボードゲーム遊ばなくなっちゃったんだけど、子供のうちに遊んでるとまた戻ってくると。ちっちゃいうちに食べたものとか遊んだものとかって大人になって一回離れてもまた抵抗なくそこに戻ってこれるっていう風な話をされてるので、子供と一緒に遊んだり子供のうちから遊べるゲームとか作るといいよみたいなことを言われたんですよね。でなんかそれがヒントになってピーカーブとか作ってて、で実際15年経ってみて、結構あるかもみたいなのが思ったんで、またそういう世代に届くようなゲームなんか作りたいなみたいなのもちょっと色気ですけどねありますね。でもね最近でもないけどもう D&D なんか長いからやっぱり親子で遊ぶとかっていう文化も出てきてるし、なんかそれで思い出すのは大学の大先輩に柳瀬隆先生、もうねお亡くなりになりましたけど、アンパンマンの作者の方がいらっしゃって、大先輩ですね本当に。で落書き王国というタイトルで柳瀬先生に絵を描いていただいたことがあって、ご挨拶行ったことがあるんですね。でその時にね言われてすごい記憶に残ってるのが、アンパンマンも何度かちょっと萌えに振ろうとか、そのアニメが少し低迷した時期にプロデューサーからちょっと流行りの絵柄に寄せようとか、いろんなアイデアがあったんだけど、柳瀬先生はとにかくアンパンマンを知っているという親の世代が一周するまではとにかく変えちゃダメと。安心してやっぱり大人が子供に与えられる、私が知ってたアンパンマンと同じだという、ドキンちゃんが全然違うとかじゃなくてずっと同じだから安心して子供と一緒に楽しめるというコンテンツするためにはじっと我慢の時だっていうかなり強く意識されてたんですよね。だから多分今アンパンマンはエターナルなコンテンツになってきたのかなっていうのがあるので、TRPG なんてまだそういう意味じゃ若いコンテンツなんで、今年でようやく50年なんで1周以上はしてるとはいえ、もうちょっと親子で遊べたりとか、家でみんなで遊ぶ、家族で遊ぶみたいなホビーになっていくといいなっていうところで言うと、アプローチとしてはすごい理にかなってるというか、そういう風になっていくと TRPG いいなと思いますね。ちっちゃい頃なんか猫のゲーム遊んだなみたいなのを覚えておいてくれたら嬉しいな。でもね、実際それこそドイツのボードゲームとか幅とか、いくつか子供向けのゲームって、名作いっぱいあるじゃないですか。やっぱああいうのがたくさんあるからボードゲーム流行ってるのかなとも思うので、やっぱ裾野が広いですよね。そうなんですよね。幅から入ってだんだんもうちょっとこんなゲームやりたいとか、少し騙し合いみたいなのもできるようになってきて、じゃあ次こんなのやってみようかっていうのがやっぱりいっぱいあるので。そうなんですよね。テーマ的にちょっと触りやすい、子供が興味持ちやすいような、あと親が進めやすいようなゲームなんか一個あってもいいかなと思ってちょっと作ってみたところもあります。なるほど。次はね、ゲームシステムのところいろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、中身皆さん知ってる前提で話しちゃうんですけど、猫がこうやりたいけどできないみたいな時多いじゃないですか。結構気まぐれさをちゃんと表現してるというか、僕も実家多頭飼いだったんで、どっちかというと猫はだいぶ一加減あると思ってるんですけど、ただかなり猫っぽさがある一方で、ゲームとして考えた時にプレイヤーが自分の分身であるキャラクターにさせたいことができない時があるって、リスクもあるゲーム設計だなと思うんですけど、その辺ってなんかどういう考えがあったのかなとか。長くなってもいいですか？はい。全部僕の作るゲームってそんな感じなんですよ。ルールというよりはマナーの話として出てくることが多いと思うんですけど、プレイヤーと PC は違う存在だっていう言葉って結構あると思うんですよ。なんですけど、分身でもあるじゃないですか。テーブルトークロールプレイングゲームにおいて、プレイヤーとキャラクターっていうのは、どのぐらい一緒でどのぐらい違うのがいいのかな、みたいな、PL と PC の距離って呼んでるんですけど、結構この距離のコントロールがゲームデザインなのかなって思う時がありまして、僕のゲームだと、
サタスペっていうのが最初にあったんですけど、これ整合値判定っていうのがあって、ものすごく熱くなったり、クールになったり悩み始めちゃったりするんですよね、サイコロとかで。あとは例えば恋愛っていう能力値があって、その恋愛の判定に相手が成功すると自分は相手に勝手に惚れちゃうみたいな、その自分のコントロールを離れる時があるっていうのがあって、で結構これ僕意図的に入れてるつもりで、なるほど、俺とこいつは違うんだなっていうのをゲームデザインで割とやりたい人なんですよ。なるほど、確かに言われてみると川島先生のゲームだとちょっとアンコントローラブルになるタイミングがあるゲーム、確かに多い感じはしますね。それこそビーストバインドも割とそういうテーマで最初コンセプトは作ってましたし、迷宮キングダムとか忍び神とかでもね、感情っていうルールがあって、なんか勝手に殺意を抱いたりとか、感情がコロコロ変わったりとかするみたいなのがあって、この辺なんかあっていいんじゃないかな。結構僕自分のキャラをめでるのが好きなんですよね、現実の人間なんかもそうだと思うんですけど、あなたってそんな人だったのねって分かる瞬間みたいなのが、特にポジティブに分かる瞬間っていうのがやっぱ好きで、ゲームの展開的にこうなるよねってなった時にそれがそうなってももちろん楽しいし、この展開だったらお互い愛情だよねみたいな時にお互いが相思相愛になったりするのも楽しいし、でもその時にそうならなくて別の感情が出てきた時とかに、あなたはそういう人なんだねっていうのが結構好きなんですよね。なんかちょっとままならないところも込みで、他人なんで、そういう意味では PC は他人自分ではないので、だからそこでその人らしさというかそのキャラらしさみたいな、PC らしさみたいなのがグッと出てきた時に、自分の分身でありつつこの人に愛せるというか、キャラ愛みたいなのがすごく湧くのが僕は大好きで、もちろんね、俺のキャラはこうじゃないんだみたいな時がないわけではないんですけど、それがやりたいゲームは世の中にすごいたくさんあるので、なんかデジタルゲームの設計する時も常に同じ議論ってあって、やっぱ主人公にどんどん喋らせてムービーシーンが多いゲームほどプレイヤーと主人公の距離って空きますよね。空いてきますよね。で、例えばドラゴンクエストみたいにあんまり主人公喋らない、うなずくだけみたいなゲームの場合はリンクはしやすい、けどキャラ性みたいなところはそんなに逆に出さない、出しすぎちゃうと僕こんなこと言わないよってどうしても思っちゃうので、主人公イコールやっぱり自分っていうのが強いゲームと薄めのゲームっていうのは、なんか初めにやっぱりシナリオを書くときにどっち側で行くかっていうことを割とチームで初めは相談することが多いですけど、なんかそれに近いというか、そうですね、意図的にちょっと僕は距離を空けるのが好きなんですよね。SF 作家の新井素子先生が絶句っていう小説を書かれてまして、結構昔のね、早川から出てる面白い小説なんですけど、この小説って過去に自分が書いたキャラクターが現実に新井さんのレイヤーに出てくるっていう話なんですよね。新井素子さんが主人公で、でそのキャラクターたちが出てきて自キャラとの掛け合いとかをするんですよ。で、もうだから動き出しちゃってるキャラみたいな感じですね。SF なんですよね。そういうのがやっぱり僕大好きだったので、なんかちょっとやっぱり距離がある方が好きだったりするんですよね。他のゲームはそうじゃないのたくさんあるので、要するに分身としてプレイしたい場合はやっぱりそっちを遊んでもらえばいいし、僕の多分ゲームデザインってすごい根底にある哲学なんですけど、正解があってそれ以外のゲームはダメっていうのではなくて、ゲームデザイナーがなんで複数人いるかっていうと、A さんが作るゲームには A さんの好きなものが好きな人が集まってくるし、で B さんが作るのはそんな感じだから、そういういろんなゲームがあっていいんじゃないかなと思う中で、自分はどちらかというと距離があるタイプのゲームを作るのが好きなのかなって自分なんかでは思ってますね。僕なんか初め思ったのはワーウルフ味があるなと思ってワーウルフってゲームも怒っちゃうんですね。そうですね。ボードってレイズってもう怒っちゃうとわけわかんなくなっちゃって、やっぱりアンコントローラブルな感じになったりとか、ワールド・オブ・ダークネスが割とそういうギミック多いですけど、見た感じそれとか、あと僕大好きなのウォーハンマーというゲームで暗黒のささやきというですね、これはマスター側からアプローチするんですけど、君の横にピカピカのね高そうな食台があるよみたいな、ね、君は盗賊だよねみたいなことをやって、それに従って悪いことしたりしちゃうと少しそのポイントが稼げる、嫌なポイントが減るみたいなルールがあるんですけど、そういうちょっとコントロール不能になる感じで、TRPG 特に慣れてくると最適解を
キュッキュッキュッっていくゲームみたいになりがちなところを揺らぎみたいなものを生み出せるのはいいなと思いました。特に今回猫っていうターゲットなので、そうなんですよね、揺らぎがなんか納得感ありますよね。そう猫の再現としてもそうなんですけど、ターゲットユーザーみたいな話をした時に最初のスタート地点を猫になりたいっていうところから作ってたんですけど、猫が好きな人は猫になりたい人なのかっていうとこれ必ずしもそうでもないのかなっていう、そうですね、外から見てるのが好きの方が強いかもしれないですね。数としても多いのかもなみたいな。でそれで考えた時に自分の PC をめでれる敵がいるのに、なんか怖いって言って臆病な猫だとか、大切な情報収集しなきゃいけないのに寂しいので誰かにスリスリしていくとか、そういう風な猫がゲーム中現れた方がめでる感覚が強くなるんじゃないかなって。しょうがないやつだなみたいな、ことですね。自分の PC なんだけどめでれるみたいなことができたらいいなと思いながら、このゲームは僕だから距離作るのが好きだって言ったんですけど、僕のゲームの中でもかなりその距離が離れてるゲームなんじゃないかなと思ってるんですよね。猫にはなれないので人類はあえて距離を取ることで自分じゃない猫なんだなこれはっていう風にちょっと感じてもらえたらいいなと思いながら作った感じですね。システム的に言うと、あともう一個テストプレイで一番僕がなんか面白いなって思ったのがネラティブという、猫なのでその単語を言わずにこうなんかうまく他のプレイヤーにこう言葉を伝えていくみたいな、ちょっと言葉遊びみたいな、ダイアレクトとかって概念をこう作っていくみたいなゲーム、全く一緒じゃないんですけど、なんかそういう楽しみ方みたいなのを感じて、急にフェーズが変わってなんか違うゲーム始まったぞみたいなのがすごい面白かったんですけど、どういうところからやってみようかなっていう感じだったんですか？猫らしさの探求の中の一つで、例えばデジタルゲームだったら、猫のゲーム作るときに丹沢さんだったらどっちで作ると思います？主観視点か客観視点か。僕結構主観でいっちゃうかもなっていう感じがします。猫は実際はすごい頭良くてみたいな、人間を操ってやるぜみたいな。僕は結構ドラクエ派なんですよね。やっぱゲーム作る時も主人公となるべくリンクするように、主人公にあんまり強めな味付けをせずにスッと入れるようにするみたいなのが割と好きは好きですけど、でもどっちも楽しそうだなと思いますね。僕も猫の視点が見せたかったみたいなところがあって、なるほど。そうですね。ナラティブのところはぐっと猫寄りになりますもんね。ゲームシステムでルールを覚えてそれを再現するように動くと、どうしても客観視点というか、人の視点でその猫を見ちゃうんですよね。でもなんとかして例えばコンシューマーゲーム、デジタルゲームだったら、それこそ FPS みたいな視点にすると、猫ってちっちゃいから、普通のゲームに比べると全部見上げる視点とかになったりして、人が出てきたらすごい大きかったりして、かなりその強制的に猫の視点って表現できるじゃないですか。でもテーブルトークの場合はそういうことができないので、概念だとか、そういうもので猫っぽさをちょっと味わってもらうしかないのかな。最初はやっぱりテーブルまで高くてそれを見上げてみたいな猫の感覚を、もしくはその、自分のジャンプ力だったらあの辺まで飛べるなみたいな感覚をゲームで再現したかったんですけど、それを作れば作るほどこれはデジタルゲームの方がいいなみたいな。同時期にストレイっていう猫のねゲームが出てて、あれなんか見ててもやっぱりこういうことがやりたかった。やっぱりあれは主観視点ではなかったんですけども、移動なんかのこうルールとかを見てると、そうですね、人間だと絶対いけないようなところを見て、なんかあそこ登れそうだなみたいなことを思うようになってきますね。ずっとやってると。それが最初はやりたかったんですけど、紙のゲームでこれをやるのはあまり得意ではないかなと思ったんで、確かに、紙のゲームとそのデジタルの得意不得意って明確にありますからね。それの概念版みたいな感じですね。難しい言葉なんですけど、ナラティブって言葉があるじゃないですか。自分がどう受け取ったかみたいなことだと思うんですけど、メカニズムとかこう話としてどう受け取ったかみたいな、そういうことだと思うんですけど、それとちょっとかけた感じですね。その自分が猫だったらどういうふうに黒い音をこうなんか拾う機械みたいなものをどういうふうに受け取ったのかみたいな、それをこう言葉にしてもらうみたいなのとちょっとかけてる感じですね。古町くんがすごい好きで、僕にこれ面白いですよって紹介してくれ、後でじゃあここになんとかってタイトルですって載せるんですけど、わけわかんないところにいる主人公が歩いていくとこういろんな文字が書いてあるんですけど、それが何を示しているかを推測しながらだんだん、これは開くっていうことかとか、これは扉って意味ではっていうのを推測してってだんだんわかるようになっていって、
ダンジョンを探索していくっていうゲームがあるんですけど、それのことも思い出して、なんかこの仕組み、ナラティブの仕組みをちょっと強めに強調した夜の足跡のシナリオも書いてみたいなってそうですね。思いました。もう頭すっごい使うみたいな。僕もそうこれを使ってちょっと変わったシナリオ作れないかなみたいな、例えばミステリー作れないかな、そうですね。ミステリーとか、もうナラティブをひたすら駆使していかないと、そうなんですよ。みんなで抜け出せないとか、バベルの塔を崩壊した後の人類的なジャワチャ感みたいなのはなんか楽しいシナリオ作れそうだなと思いました。なんかそれだとこのゲームでしか多分味わえないなんかが生み出せそうだなっていう。コロンボ型というか古畑任三郎型というか、もう犯人は猫たちは見てるんですけど、それを表現する方がないみたいな、そのもどかしさをみたいなのをなんかゲームにするとかできないかなとか、いろんなことできるんじゃないかなとか思ってるんですけど、まだそこまでちょっと踏み込めてない感じですね。世界観でいうとややこうファンタジー入るじゃないですか。はいはいはい。特にプレイヤー側で普通の飼い猫と野良猫と、でももう一個迷い猫という不思議猫みたいな枠がありますけど、あれはなんか結構オリジナルだなと思うんですけど。いやいや、そんなこともないですよ。今までのことと矛盾しちゃうかもしれないんですけど、猫になりたいみたいな言葉ってあるじゃないですか。だからそういうものが本当にあったらみたいなのでやったつもりですし、あとキャラクターとしては全部猫じゃないですか。見た目が変わったりした方がいいかなとか、あとプレイヤーさんの中にはやっぱり猫好きじゃない人もいるかなと思って、猫のね解像度がみんな高いわけじゃない。そうなんですよ。人によってちょっとずつ違いますしね。違うんで、だからこういうのもあってもいいかな。なんなら全員迷い猫とかでもこのゲームの場合そこまで変わんないんじゃないかなとも思うので、そういう遊び方もできるようにしとこうかなみたいな感じですね。シナリオも3本ついてて、リプレイから入らないのちょっと久々だな感はありつつも、すぐできるシナリオが3本載ってるので、まあなんかこっちからスタートすればリプレイぐらいの、解像度でこう遊び方わかるのかなっていうところはあったんですけど、ここら辺もなんかこう考えとかあったんですか？リプレイリプレイ入れたかったんですけど、紙のリプレイを読むという文化が今どのぐらい残ってるのか分かんなかったりとか、あとはロードストーコンパニオンというのが僕大好きで、ロードストーコンパニオンってそれこそシナリオが3本入ってるんですよ。入ってましたね。全部やったんですよね。で今回の本のコンセプトの中に全部読めるとか、全部遊べるみたいなのをちょっとできるだけ入れたいなみたいなのがあって、5本とかだと多すぎて今度全部遊べないだろうけど、キャンペーンみたいにキャラクターとか街とかの設定がちょっとずつ広がっていくみたいなことをやってもらいたかったので、そうすると一番いいのは3本かな、1本じゃやっぱ少ないし5本じゃ多いしみたいな感じでちょっとずつステップアップしていくような感じで3本分ちょっと入れさせてもらいました。すごいでも絵も多くて、想像しやすくていいなと思いました。さっきの全部読める、結構丹沢さんとかもねかなり小学校の頃から RPG とかやってる方じゃないですか、で本が読めるのが全部読めるのが当たり前なんだと思うんですよね。本読める人は結構本を読むことに対して難しさって感じないんですけど、実はやっぱり本を一冊読めない人って多くて、なんとか頑張って読める本一冊で、本一冊読めると自信がつくんですよね。自分なんかの子供の頃を思い出しても、この作者さんのは全部読めるとか、なんかそういう風になっていくとその作者さんの安心して買えるようになって、どんどん読んでいくと読む力みたいなのが増えていって、いろんなのが読めるみたいなので言うと、やっぱり全部読める本をちょっと作りたくて、すごい読みやすいなと思いました。やっぱり絵が少し入ってるだけでも、随分次のページをめくった時のワクワク感が強いので、ありがとうございます。いいなと思います。級数を大きくしたりとか、逆に言うとその文字を大きくすると入れられる文字数は少なくなるじゃないですか。でもこの文字数で記述できるルールみたいなのを意識しながら作りましたね。リリースした直後、同時ぐらいでそのオンラインセッション用のいろんな絵とか、素材も提供されてましたけど、この辺もなんかこうオンラインで遊びやすさみたいなところもこだわったりしたところってあるんですか？というよりですね、もうそうせざるを得なかったというか、時代的に、ちょっとさっきの話にも戻っちゃうんですけど、コロナの時が開発期間だったんですよ。だからこのゲームってテストプレイがほぼ全てオンラインでやってて、ボイスセッションでやっ
ってたんですよね。うんだからボイスセッションのオンラインセッションで遊ぶツールは僕らの中でないとできなかったし、そもそも開発もできないっていう、でテストプレイで使ってたものをブラッシュアップしたものが今回提供したものだったんですよね。逆に僕ら使ってたんであれは、テストもしてたんで、それなりに使い心地のいいものが最初提供できたのかなとは思ってるんですけど、ただ反面オフラインセッションのテストプレイは正直十分ではなかったかなとか、発売後にお客様から指摘あったんですけど、テキストセッションでもニャラティブは1分間ですかって聞かれて、確かにテキストセッションだともうちょっと長くしてあげないと厳しいですよね。なんかそういうのがそうだよなみたいな答えになる話ではないんですけど、テーブルトークRPG 自体の遊び方が多様化してるから、テストプレイもいろんな形でしなきゃいけなくなったんだなっていうのも実感してることの一つですね。なんか正直オフラインセッションに関してはかなりもともとそういうのばっかやってたんで、ほっといてもこんな風になるんじゃないかなっていうので実際後半はオフでテストしてたんですけど、大丈夫って思えたんですけど、テキストセッションは僕も実は数えるぐらいしか、特に2023年とかは本当に1回か2回ぐらいしかやってなくて、そのぐらいしかやってなかったんであんまりやらないんですよ。でもテキストセッションだとか置き卓だとか、半敵とか、いろんな遊び方が増えてきてるので、これどのぐらいテストプレイ僕らは全部するべきなんだろうなみたいなのが難しいですね。ちょっとその課題として見えてるところですね。今正直多分これ全部をやってもオーバークオリティというか、本当はボリュームが多いところに向けてゲームデザインをしていくのが正しいんだろうなと思いつつも、結構悩ましい時期ですね。ここは今のプレイ環境に合わせたっていう感じなんですね。そうですね。はい。的にというよりは僕らがそれしかできなかったのでありがとうございます。結構どんどん質問しちゃったんですけど、川島先生の方からこれに込めた実は密かなこだわりポイントとかここは読んでほしいみたいな面白ポイントあったりします？面白ポイントですか。で僕のゲームだと一番最初に作品がつくことは少ないので作品ありましたね。基本ルールブックっていう風に大きいエディションになった時とかにはつけるようにしてたりするんですけど、ちっちゃいこういう B6 とか新書サイズの本は締め切り優先でページ数もあるので、コンテンツの方を優先した方がいいかなと思って、もちろん作品あったら便利だし、いい作品って作るのすごく難しいんですよね。プレイヤーが遊んでる時に知りたくなるであろう言葉の作品があるべきだとは思いますけど、それが見つからない時ありますね。ありますよね。わざわざこれを使って、ここは何ページだって言ってそれやって、そうじゃないんだよなみたいな、そうですね、行った先が全然それについて説明してない。そうなんですよ。こともありますしね。例えば走行点みたいなのを調べたくて、このダメージって全部ゼロになるのかな、それとも1点は残るのかなみたいなのがあった時に、そういう悩みのところに走行点の作品見たら、なんかその走行点はこう決めますとしか書いてなくて、計算の仕方が知りたいわけじゃないんだよね。そうですね。そういうのあったりするじゃないですか。できれば一回通読してもらいたいし、拾い読みで機能するような作品を作るにはちょっと時間がすごくかかるんですよね。自分も含めてユーザーがどんな時にどんな言葉を調べたくなるかっていうのを優先して、その語彙を選定して、でそのページ数を調べてっていうのをやるにはかなり時間がかかりますし、やっぱり作品つけられないことが多いんですけど、これはそういう意味ではその開発期間が僕の中で長く取れたので、ちょっと今回はつけられた感じですね。そこは結構自分的にはいつもね、作品がないってこうお叱りを受けることが多いので、自分的には事情があるんですよ。すいません、頑張った割には褒めてもらえないので、作品があることを褒めてもらえると、じゃあ次からもつけようって頑張れるんで。なかなかね、作品にイラスト入ってることないなと。そうです。先ほども触れていただいたんですけど、イラストたくさん描いてもらった、この辺なんかはすごくこだわりの部分ですね。猫とか用にブラシを作ってもらって、落合なごみというそれこそピーカーブーとかのイラスト描いてる人とかにルールブックなんかを主に描いてもらってるんですけど、これ用にちょっと絵柄を作ってもらって、ブラシなんかも作ってもらって描いてもらいましたね。その猫っぽさとファンタジーっぽさができれば両方ある形で。そうですね。ブラシもなんかこうモフモフ感がちゃんとあるブラシですよね。それをちょっとお願いして描いてもらったんですね。そのこだわりもぜひ見ていただければと思います。はい。
実は僕今シナリオ作ってまして、猫だけにショートキャンペーンシナリオでまたたびもので江戸時代がそっちのまたたび。またたびものではいはいはい。江戸時代のちょっと仁義切りながらこうはあはあ猫はあが冒険していくみたいな、へそうーいうの今作ったりしてるんですけど、江戸時代江戸時代ですね。いきなりそういうことやっちゃうんですいませんでした。いや、自由にやってもらっていいかなと。忍び神をお願いされた時もすぐ鎌倉時代とかにしちゃったんでね。いや、申し訳なですけどいいと思います。結構そういうのが好きでうんやっちゃうんですけど、シナリオも作りやすいなと思いました。ありがとうございます結構やることがちゃんとこういうふうに構成すれば一日が終わってこうやればいいよっていうのが基本がこう設計ができてるんで、そこの中でいろんな味付けしやすいなと思う。ありがとうございます。そこもこだわったポイントの一つなので、最近僕作るゲーム全部ハンドアウトみたいな情報みたいなのあるんですけど、このゲームにもあるんですね、手がかりっていうのが多分僕のゲームの中では一番書きやすいんじゃないかなと。他との兼ね合いとか考えなくていいし、確かに忍び神のシナリオ何本か作らせていただきましたけど、やっぱり表と裏書いて、何回からテストプレイをしてこの人がここ間違って読んじゃうなみたいなところとか、いやこのパターンで来るとこの PC にはもうすぐバレちゃうって面白くないなとか、いろんなことがあってそこを書き方変えたりとか、本当に表に出せるようなプライベートでやる場合はもうちょっとざっくりやりますけど、表に出せるようなシナリオを作るの気使いますよね。時間かかったりとか、想像力をめちゃめちゃ働かせないと全部デバッグできないみたいなのありますけど、そういう意味ではかなり作りやすいんじゃないかなと思いながらこれは作ってみました。ちょっとボードゲームライクっていうかそうですね、大枠があって、大枠あって、この中でなんか面白いことが起こればいいよねっていう起承転結つけやすいなっていう、感じがしましたので、ぜひねこの3本のシナリオ遊んでからは、そうですね、自作にも挑戦してもらえたらいいなと思います。丹沢さんのシナリオもちょっと楽しみですね。はい、というわけでめちゃめちゃ楽しくていろいろ聞きたいこと聞けました。ありがとうございます。どうでしたでしょうか。あんまり話さないようにしてるんですよ。なんですけど本当は僕は話したい人なので、こうやって聞かれると楽しいですね。本当ですか。ぜひぜひいつも聞きたいんで今度はちょっとビールも用意して、ぜひぜひいいですね。ちょっとやや飲みながら、もっとね口の口の滑りが良くなると思うんで。そうだ、言い忘れてたんですけど、T シャツはやんのかちょっと気合い入れて、なんとかステップ、こういう猫がこうやね、やつです。僕も一応猫ちゃんのね、こうなんか剣を持ってるかっこいい猫でね来ましたけども、というわけでね、今日は川島東一郎先生をお迎えしてお届けしてまいりました。またぜひ新作と言わず、いつでもお好きな時にありがとうございます、来ていただければと思いますので、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた次回もお楽しみに。さよなら。さよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。